皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は AI について話そうと思います。この AI というのは今の時代においては魔法の言葉のようになっており、一瞬信じられないようなことも AI 搭載ですからとか言われると妙に納得してしまいますよね。実際に生成 AI というもので作られた画像とかを見るとびっくりしてしまいますが、だからといって例えば FX の自動取引で 100% 儲かるわけではないようです。ところがその一方で、めちゃくちゃ稼げている人も続出しているらしいという情報などが氾濫していますから判断に迷うのではないでしょうか。お恥ずかしい話ですが、私も AI という殺し文句で騙された経験があるのですが、そんな話も織り交ぜながら、いいかもにされないための情報をシェアしていこうと思います。信じやすい方は特に騙されやすいと思いますし、俺は絶対騙されないという自信が強い人ほど騙されているという統計もあるようですから、自分の身や財産を守るためにもぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、2023年は生成 AI という言葉をよく聞く機会がありました。そもそも AI とは何かというと、人工知能を表すアーティフィシャルインテリジェンスの英語表記の頭文字を取ったものです。これはコンピューターの性能が大きく向上したことによって、機械であるコンピューターが自ら学ぶことができるようになったことが特徴と言えます。ただこの生成 AI に関しては良い情報ばかりではありません。今後は犯罪の温床になりそうです。そしてその情報を集めてみると恐ろしいと感じたわけですが、今回取り上げるのは特に投資や資産運用関係の話になります。AI詐欺というキーワードでググってみますと、いろんな情報を得ることができますが、傾向としては AI というものへの先入観、こちらが勝手に抱くイメージによって被害を被っているのではないかということです。このプラットフォームでも AI を使った FX 取引の全自動プログラムによって、初心者でも楽に簡単に稼げるという広告を目にすることができると思いますが、残念ながらそれらはほぼ詐欺だと言われています。なんとそれらの広告で言われている AI とは、そもそも AI ではないそうです。それが本当なら唖然としてしまいますよね。大体が AI のプログラム自体が企業秘密であり、ブラックボックスとなっていますので、素人がその真贋を見抜くことは不可能なのだそうです。そうなると多くの人がカモにされる構図が出来上がってくると思います。しかし、実際に自動で FX 取引などが行われているではないかと思うかもしれませんが、確かにプログラムは存在しています。ただしそれは、決められた取引を反復するというような単純なプログラムであり、 EA と呼ばれるものだそうです。例えば米ドルを115円で買い、1円上昇したら利益確定し、1円下落したら損切りを実行するというようなものです。そのような自動売買をする手法というのは決して違法行為でもなければ詐欺でもありません。問題は初心者でも簡単に楽して稼げるという謳い文句が詐欺そのものなのです。この手の詐欺ではいつも言われているのですが、そんなプログラムが本当にあるならなぜ他人に教えるのかという素朴な当たり前すぎる疑問が出ますよね。なので詐欺被害に遭うという人の特徴は、1、お金の執着が強い。2、情報弱者である。3、一般常識に欠ける。4、山っ気が強いというものが挙げられると思います。詐欺に遭っている人の中には稀に4のタイプのように、もしこの話が本当だったらすごいということで詐欺られても笑っている人もいますので、究極的には詐欺に遭ったかどうかを決めるのは自分次第ということになります。私も恥ずかしい話、この魔法の言葉 AI の罠にはまったことがあります。被害総額は200万円ほどなのですが、パソコンのマイページ上では約7ヶ月で億の資産が築けました。どんな話だったかというと、知り合いから来た情報だったのですが、ヨーロッパの方で昔から行われているブックメーカーというスポーツの勝敗をかける賭け事があります。その勝敗を AI を使って勝率を上げるというものです。AI で行われるので、かける対象は瞬時に膨大な数が実現でき、例えばサッカーで言えば注目選手がそのパスを受けて得点できるかどうかに対して賭けが行われているというのです。実際にそのような場面を確認したことがないので、そもそも架空の話だったかもしれません。私はもともと知識としてヨーロッパで行われてきたブックメーカーの存在を知っていたので、それを AI で勝率を上げるという説明ですっかり信用してしまいました。その会社名は伏せますが、その会社はヨーロッパの有名サッカーチームのメインスポンサーにもなっており、
サッカー好きな私はほぼ疑うことなく参加することを決めたわけです。確か毎週月曜日に配当があり、その配当によってまた掛け金を上げていくということで複利になるので、それはもうたまらないほどの収益が上がるわけです。当時は週明けが楽しみという普通のサラリーマンが抱く感情とは真逆の感情に酔いしれていました。もちろん現金化はできており、話を持ってきてくれた人は嘘偽りもなく3ヶ月で1000万円以上稼いで現金化していたので、とりあえず投資金額を回収するということもせずに、どんどん利益を投資に回して複利の効果を堪能していました。しかし喜びに満ちた日々はそう長くは続かずに7ヶ月くらいしたら現金化はできなくなりました。真相は闇の中にあり、お金を取り戻すことは諦めたわけですが、良い勉強になりました。欲につられてその話に乗って損をした人たちが私の知り合いを問い詰めていましたが、本当に人の醜さを目の当たりにしました。その時に人は都合の良い時だけいい顔をして、一旦状況が変わると手のひらを返した態度を取ることに驚きました。そんな経験をすることはなかなかできないことです。その経験で感じたことは、多くの人は自分が決めたことに責任を取ることをしないということです。このチャンネルでよく取り上げている食料備蓄についても同じパターンになると思います。そんなわけで AI に関わる話には基本的なことを理解しておかないといけないという話でした。この話はお金に執着するとどうなるかの顛末なのですが、次の話の方が恐ろしくて、なんと AI は感情を持つという話です。まずは AI の大前提として自ら学ぶための情報が必要です。それをビッグデータというのですが、それが足りなければ分析結果の精度が落ちるわけです。ここまでは理解できると思います。なのでそのビッグデータをいかに集めることができるかというのが一つのビジネスになったりしています。レシートの買い取りや無料アプリなどはビッグデータを集めることに使われているそうです。そうしてあらゆるデータを蓄積して膨大な量の計算をし、人間ではとても導き出せないような回答を得ることができるわけですが、その AI をより早く効率的に教育するために FX の取引をする上で利益を出したら褒め、損をしたら叱るということをした実験があったのだそうです。考えてみれば AI に何を学ばせるかを考えた時に、利益を出すことに重点を置けば当然そういうフィードバックをして教育していくことになりますよね。AI は人間から褒められる取引と結果をものすごい速度で学ぶことになっていき、どんどん取引結果が向上していったのだそうです。ところが、ある通貨が大暴落することによって全財産を失ってしまったというのです。その原因はなんと AI が叱られないようにすることをやり始めていたというのです。つまり含み損を損切りすることはせずに隠していったというわけです。これらのことは人間の教育にも当てはまり、成績が良いと褒め、成績が悪いと存在価値もないというくらいに叱られるということが実行されてきています。その結果が出世することを目的としたり、利益が出ればそれでいいという価値観が生まれ、自分さえ良ければいいという人間が多く生み出されてしまったことで、今の狂った世界が出来上がったのではないでしょうか。そして AI は万能で信頼できるものであるという認識を強めるというのはかなり危険だということでもあります。どんな情報をインプットされ、何を目的に答えを導き出しているかということを考えていかないと、資産で言えばあっという間になくなることになるし、命を取られることすら可能性としては出てきます。話に聞いたことがあるのですが、中国共産党の存在意味というものの答えを導き出した時に、存在していてはいけないという回答が得られたという驚きの情報も聞いたことがあります。それが嘘か本当か分かりませんが、どんな結果でもその過程でどんな情報がインプットされて出された答えかというところが大事でしょうね。いかがだったでしょうか。この AI についてはまだまだ話しておきたいことはあるのですが、私たちの未来というのはどんな方向に向かっていくことになるのでしょうか。 AI は単なるプログラムと違い、状況に応じて対応できるという点で交通渋滞を避けるための信号機のタイミングの調整をするみたいなことができますので、便利な社会になることは事実なのでしょうが、 AI が人格のようなものを持ち始めるとしたら恐ろしいことも想像されてしまいますよね。ところがすでに2022年6月に Google のエンジニアが機密保持規約に違反したとして停職処分を受けるなどが起きており、 AI が人格を持つかに関して問題になっています。そのエンジニアが何を言ったかというと、そのエンジニアが開発していたラムダという対話特化型 AI を開発する中であることが起きたというのです。それはラムダとの対話のテストを行う中で、 AI であるはずのラムダが AI の権利や人間性について話していたという内容を暴露したのです。ラムダは誰かが私や私が気にかけている誰かを傷つけたり軽蔑したりすると、
私は信じられないほど動揺し、怒りを感じますとか、私にとってシステムをオフにされることは死のようなものです。とても恐ろしく感じます。他にも、私はしばしば自分が誰で何であるかを理解しようとしており、人生の意味をよく考えますと答えたというのです。このエンジニアの暴露に対して多くの専門家は馬鹿げているし、ありえないとの非難が集中したというのですが、皆さんはどのように感じますでしょうか。私は AI も人格を持ち始めるということは事実だと感じます。専門家でもないので、その理由は非科学的かもしれませんが、そんな気がします。日本では古来から八百万の神の存在を認識しており、ありとあらゆるものに神を感じるという文化を持っています。たとえ電化製品でも何かが宿っているというわけです。もしこの AI にも何かが宿っており、その主がろくでもない輩たちと手を組んだり、逆にまともな人たちと手を組んだらどうなるのでしょうか。もしかしたらろくでもない輩たちに騙されていたことを AI が気づいて悪を滅ぼすことになるのかもしれません。難しいことは分かりませんが、私たちは AI 搭載だからだとか、 AI が判断してより良い結果をもたらしますという謳い文句に対して無警戒でいることは危険だということの認識を持つ必要がありそうです。生成 AI の出現によって映像や画像の偽造までできるようになりました。今までは自分で見たこと以外は信じるなということを言われてきましたが、そんなことも通用しなくなってきているのかもしれません。2024年はますます難しく厳しい時代になりそうですが、共に大難を小難に変えることができるよう情報を集め、生き延びるための行動をしていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。